安くてもワクワクするものは結構思ってるより多い。やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、レビュー時点で約3000円で買えてしまう、低価格ながら魅力的なイヤホン、キネラのセレストウィバーン。スペックは、10mm の LCP 振動板採用。だけど、このグラデーション感のあるシェルを見てくれ。この価格帯でこの手のシェルを採用しているモデルは少ない。その時点で、他との差別化に成功しているよな。キネラセレストウィバーンは、キネラの低価格ブランド、セレストの中でも、特に低価格な一台として登場した、超有能モデル、低価格らしく、ドライバー構成や付属品なんかは最小限で、届いたパッケージを見ると、値段にふさわしい満足感かなと思うんだけど、実際音色を聞くと、これはより上位のモデルと殴り合うための一台であると認識を改めさせられるぞ。ウィバーンのコンパクトなパッケージには、コンパクトな梱包で、各種内容物が収まっている。少し遊び心もあるデザインのパッケージ英語だから読めないを開くと、シンプルな一つの梱包材に包まれた、各種付属品が収まっている。パッケージ内容は、3サイズのイヤーピース、ケーブル、そして接続済みの本体、あとはユーザーマニュアルだけだ。一種の潔さすら感じる。潔いがゆえに、3000円台でこのイヤホンが発売できたんだと思う。また、今回は無印の、通常のスマホを操作できる1ボタンコントローラー付きのマイクが付いている、ノーマルバージョンのウィバーンなんだけど、このイヤホン、ゲームやチャット用に、取り外しできるアーム付きマイクが装備された、ウィバーンプロも設定されているぞ。キネラは同型のマイク付きケーブルをすでに発売しているので、その技術を有用したものだと思われる。通常よりもはっきりと通話したい、という人には、プロの方をおすすめしたい。さて、ケーブル、付属品については価格なり、ただし、イヤーピースは、さすがキネラ系のブランドだけあって、しっかりと弾力と摩擦力があって、装着しやすいものに仕上がっているぞ。基本的には標準のケーブルとマイクで十分に使っていける品質だ。ちなみに、ウィバーンプロではイヤピまで1セット増えるので、少しお値段が上がってもいいのなら、ウィバーンプロの方も検討の価値ありだ。低価格でシンプルなパッケージだけど、それはすなわち、本体に予算がかかっている、ということ。セレストウィバーンは、グラデーションのかかった薄く明るいグリーンが印象的。さらに、メタルプレートとその上に乗ったレジンと、TRN の IM シリーズを思い出すイヤホンだな。この手のシェルのイヤホンが低価格化できたのは、人件費のよりかからない、3D レジンプリンタが普及したから、と言われてる。実際、セレストウィバーンはその恩恵を受けた典型的なイヤホンの一つだ。装着感は、耳にかなり深く当たるタイプなので、耳の形が平均から外れていると、フィット感を得られない。僕の場合は、非常に安定感のある装着感を感じることができたぞ。セレストウィバーンのドライバー周りは、割と定番のサイズの 10mm で、振動板の素材は LCP だ。LCP も割といろんなところで見る素材だよな。LCP、液晶ポリマー振動板は、非常に弾力のある、ディープな中低音域以下を持つのが特徴。その特性は、今回のセレストウィバーンも持っていて、低音が鳴るたびに、たっぷりとした量感を楽しむことができる。一方で、このウィバーンが、他の LCP 採用ドライバーと異なるのは、このイヤホンがハーマンターゲットを意識したイヤホンであるということ。つまり、模範的で一般的なバランスを目指した低価格モデルってことだ。おまけに、LCP は個性の出るドライバーではあるものの、その個性を抑制しつつも、完全に抑えていないので、妙にウォームで落ち着いた音とか、低音が響き放題とか、様々なとんでも面白いイヤホンを生み出してきた、LCP 振動板採用の一ダイナミックドライバーというジャンルの中で、低価格とは思えないくらい、がっちりとバランスの取れた音だ。それでいて、きちんと聞き応えが残っているし、LCP が苦手とする、中高音域の切り分けもかなり細かくこなせる印象がある。正直、LCP 振動板が苦手な人って、低音域側の臨場感以外の部分も、音が分厚くなってしまって、結果、音の区切りができなくなって分離感が低下するせいだと思うんだけど、ウィバーンに関しては、より低価格なモデルよりもはっきりとした中高音域、キラキラ粒立つとまではいかないものの、しっかりと分離する高音域帯、でも、たっぷりと量感のある低音域、と、LCP 振動板の高音域側の弱点を抑制しつつ、しっかりとしたバランスに仕上がっている。ここまでしっかりとまとまった LCP 振動板の低価格機はなかなか見かけない。しっかりとバランスの良いイヤホンから感じられる総合力を、このウィバーンも持っているぞ。高音域は LCP らしく、金属質な音色は苦手なものの、十分に改造していて、中低音域側に引きずられていない。ボーカル以下は LCP の得意な部分なんだけど、ここは、変に特徴的にならないんだけど、しっかりと LCP らしいサウンドを実現しているぞ。つまり、ウォームで、奥行きのあるボーカル、臨場感や体温を感じられる、良好なボーカルへの反応を持っている。
ってことだ。また、このイヤホンはハーマンカーブを意識して作られているので、高音域や低音域にボーカルが飲み込まれることもない。バランスは良いが、持ち味はしっかり活かしている印象だな。それから、低音域側。ここも LCP 好きからすると、重視するポイントだ。LCP の持ち味は、厚みがあり、濃厚で空間に響く低音からサブベース。ウィバーンはしっかりとこの特性を実現していて、なおかつ、低音域だけではなく、高音域側の抜け感などもある程度あるため、しっかりと全域が見渡せて、なおかつ LCP ランドは相変わらず世紀末という、楽しくてかつよく伸びるサウンドを提供するぞ。弱点をしっかり潰しつつ、特徴はちゃんと残した、非常に優秀な LCP モデルだ。この価格帯の他のライバルというと、バランス型の LCP で SIMGOT EW100P、それから、このチャンネルでよくバランス型の低価格モデルとして名前の出てくる、ナイス HCKDB1、あとは小型モデルだけどバランス型の定番のファイナル E3000 を比較対象にしてみよう。まずは同じ LCP の EW100P から、EW100P はリケーブルも可能で、10mmLCP と、セレストウィバーンに近しいタイプなんだけど、あちらはバランス型ではあるけど、より LCP の特性が良くも悪くも出ている感があって、特に高音域側の反応はよりマイルドで、より落ち着いた雰囲気、よりウォームな雰囲気で音楽を聴きたい人におすすめだ。あちらはあちらでバランス型でもあるので、ウィバーンのような CIEM チックな複雑な形のイヤホンの装着感が苦手な人にもおすすめだな。ただ、ウィバーンの高音域側の明瞭感や、そこから来る空間の広さ、そして、メリハリは EW100P の性格とは異なるものなので、そういった要素が欲しければ、ウィバーンがおすすめだ。ウィバーンはそういったメリハリと LCP らしい厚みを両立したイヤホンなんだけど、メリハリとバランスを重視したのが、ナイス HCKDB1。何も考えずに買うなら、まずは DB1。と言いたいところなんだけど、価格差のためか、ウィバーンの方が付属パーツが優秀。また、ウィバーンの LCP っぽさはしっかりと出ているものの、それでもいろんな曲への対応力もあるので、よりオーソドックスで、それでもメリハリがちゃんと聞こえるイヤホンが欲しい。かつ、付属品の交換とかに慣れている人は DB1 がおすすめ。不慣れな人とライトな環境で使いたい人はウィバーンの方がおすすめだな。もちろん、音色のキャラクターで選んでもいい。そして、もう一つ比較に挙げるのが、ファイナルの E3000。実は、高音、低音ともに、ウィバーンや DB1 の方が派手。これは採用されているダイナミックドライバが、ウィバーンは 10mm、E3000 は 6mm なのに起因してて、6mm の E3000 は、より安定感のあるバランスで音楽を楽しむことができる。低音の沈み込みや深さが欲しいなら、ウィバーンのような台形中華イヤホンの方が向いているのが一般的で、今回もそれが適用されるな。バランスが取れている、と言われる4機種だけど、ウィバーンは高音も低音もよく出てて、特に低音側の残響感やディープさと空間的表現力を両立している機種が欲しい人におすすめだ。EW100P はより中低音域より、派手さのないウォームな表現力に、E3000 はよりフラット感のある音が好きな人に、そして、よりニュートラルな弱ドンシャリ感を楽しみたい人は DB1 がおすすめだな。バランス型と言われる機種も選択肢が増えている。今回、ウィバーンを触ったけど、ハーマンターゲットに従ったイヤホンのはずなのに、隠しきれない個性がきちんと漏れ出ていて面白い。LCP の雰囲気を持ちつつ、しっかりと高音まで表現できて、空間表現もきちんとある、そんなイヤホンが欲しい人に、ウィバーンをおすすめするぞ。といったところで今回はここまで。